ゴロゴロ旅です。いきなりですが、皆さんは旅行のために何日間なら休暇を取れますか？平日の5日間のお休みをいただいて、前後の週末を入れて9日間、そして祝日などを合わせて10日とか11日ぐらい休めれば御の字じゃないでしょうか。また自分が休んだ分他の方にやっていただける場合か、ただただ自分の仕事が残っちゃってる場合かとか、そういうね、あと職場の雰囲気なんかも違いますよね。現役の方はとにかく休みたいけど休みづらいなっていうところが本音なんじゃないでしょうか。私が現役の時にもそんな感じで休みって取りにくかったんですよね。そして9日間11日間って休まれちゃう方は会社としては長いと思うんでしょうけど、旅行行く身にとっては、東南アジアとか近場だったら十分ですけれども、ヨーロッパではね、ヨーロッパに行くパターンだともうね、移動で時間が取られて、残りの日数もね駆け抜けるような観光になっちゃって、街の雰囲気をねぼんやり楽しむなんてことができないんですよね。だいたい時差だってすっかり治るのに3日はかかりますからね。そういった私の現役時代の長期休暇とか旅行に対する、クレームというか文句というか、どうしたらいいかっていうような動画がこちらです。航空券が旅行の費用の中ではなかなか高いので、これを短期間で終わらせてしまうのがもったいないので、長期でゆっくり来たいなっていうのがこの動画の趣旨です。そしてね、これは10年前に考えていたことなので、自宅をね引き払ってしまおうっていう大胆な考えでいます。結局ちょっと自分の他の仕事とかいろいろもろもろありまして、自宅は今はねそのままなんですけれども、そのようなことで考えていました。もちろんね、若い時に行った旅もいい思い出だし、行ってよかったと思うんで、年を取るまで待つ必要はないと思います。ただ若い方のコメントや実際に会った方に、今しかないんです、今のうち行っとかないとっていうふうに言われるんですけど、いやいや、私ちょっと60近くになってこうやって旅してますけど、すごく楽しいし、こっちの方が、どっちかっていうと今の方がよく味わえてるなと思うんですよ。なので若いうちに無理やり行く必要は、焦っていく必要はないのかなと。行ける場合なら行ければいいけれども、いろんなねご事情がある場合は年取ってからでも結構いいですよっていうことを、動画で私のこのチャンネルでお伝えできればと思っています。そういったね、若くない世代が旅の適齢期であるっていう、こういうことの内容がこの動画ですので、またちょっとお時間のある時でもね見てみてください。と言いながら、クレープに、甘いだけのクレープじゃなくて、卵を乗っけたお食事風のクレープも出来上がりました。今日はお昼を食べたら観光に出かけようと思います。2、3日前に買ったこの桃ですけれども、売れてきたので食べようと思います。なんかひしゃげて美味しくなさそうですよね。でもね、これね、日本の白桃とほぼ同じ味に私は感じます。これをね2、3日経ったんでちょうどいい具合なので、洗って食べようと思います。ね、こんな風に平たくなってるんですね。これですけどね、アマゾンで買ってみたの、いいかどうかわからないけど、どうですかね。でもこうすると少しお水の味がいいような気はしますね。ちょっと嬉しいです。冷たいお水と飲むと
切ればいいのにね。かぶりつく。それ切ればよかった。うまっ。甘いよね。甘っ。今日は先日買ったねサーモンを、ランチにサーモンサンドにして食べようと思います。でね、非加熱の生のサーモンにディルとかいろいろついています。これをオープンサンドで、このねエストニアの黒パンということで、エストニアの黒パンはモルトや糖蜜などで甘さがある場合がね多いそうなんですけども、これはね AI によると糖分がないということだったので、これにしたいと思います。もうねライ麦パン、黒パンね、もうねすごい本能がかきたてられるようないい香りがするんですよね。私の本能でね、これ美味しそうな、濃いね、いい匂いですね。なんて言うんだろうな、黒砂糖じゃないけど黒パンのいい香りです。で大抵こちらのってね上手にこう切ってあるのでありがたいですよね。これをこうして一人これで食べていいのかな。挟んでっていうよりはオープンサンドにしていきたいと思いますね。これをこうしてですね、そしてこのサーモンとカッテージチーズときゅうりと、あとねこのチーズを、このクリームチーズみたいなこれも、塗りたいと思います。夫がねこれ作る前にどんどん食べちゃうんでね、こんなになっちゃう、まずこれを塗ろうかな。そしてねちゃんとそのために買ってたディルもありますので、このディルも使っていきたいと思います。美味しそうだな。本当になんで作る前に食べちゃうのやと思うんですけど、仕方ないからちょっとこれ味が濃いので、マヨネーズとチーズの合いの子みたいな味、チーズ 100% なんですけれども、こうアクセントになってこう油分がねたくさんあるのでいいかと思います。本当に足りないよ、なんで食べちゃうんだよもう。よいしょ、ひゃーっと綺麗ですね。よし、焼くのも美味しいのかな、今頃思う私でした。焼いてもよかった。またチャンスあると思うので次は焼いてみようと思います。よし、サーモンが先かきゅうりが先か、きゅうりが先か、悩むな。きゅうりもねこのサンドイッチに欠かせないですよね。これがあるとないとではなんかこう味が違ったりするので、私もねよくサラダチキンありますよね、あれの添加物ないやつを買ってきてサンドイッチをねゴージャスに作るんですけど、必ずきゅうりは入れるようにしています。こんな感じでちょっと縁取る感じでいかがですかね。値段がねそんなにめちゃめちゃこう現地だからお安いというわけでもないですね。こちらの方にとってもちょっとしたごちそうっていうか、いい素材なんでしょうね。なんかこっちに来るとね何もかもこの現地のものが安く食べれるのかななんて思っちゃったりしたんですけれども、そんなことはないですね。高いものは高いですね。だからかえってね日本に輸入されてるものっていうのは高いなと思って買ってましたけど、適正価格だったのかなと思いますね。いろんな輸入業者さんとかねスーパーさんとか頑張って値段を抑えながら輸入してくださってるんですね。ちょうど4枚あったらラッキーだな。よし、先日ねフィンランドの市場で食べたものはこのねパンに沿ってきれいにカットしてあったんですよね。なのでこのキッチン用バサミでカットしてこっちにこういう風にまんべんなくこう乗っけるのがいいのかな、こういうね。だからこっちもはみ出た分をここに、これがこちらの方の美意識なのかもしれないですね。
美味しそうに出来上がりました。そしてこのカッテージチーズをちょっと乗っけるといいのかな。あら美味しそう。白いのが生えて美味しそうだわ。いや、こんなことができるなんて本当幸せですね。店頭でね、お店で買えばきっともっとね、上手な組み合わせでいいんでしょうけど、自分でね、こうやって作るっていう楽しみも、これも旅行の観光のイベントですので、そしてですね、このディールです。このディールをこうするんでしょうか。ちょキュンとやって、ちょん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 やるのかな。茎は乗っけないのかな。ちょんちょん。香りが、香りがいい。香りがいいですね。このディルだって冬なんかないんじゃないですかね。温室とかだったらあるのかな。いや、本当にこのエストニア、ね、この辺りの夏のいいところをね、味わわせていただいてありがとうございますって感じですね。本当にありがたい。美味しそう。どうなんだろう。これは余分？ちょっとアクセントも入れたらね。美味しそうよね。最高だね。美味しい。美味しそうよね。どれとかない？ね。でもね、これね、蓋と下があるんだよね。じゃあこれとわかる？パンが上下になってるから。フォーク、ナイフもいるか。で、これがアイスコールです。前回のフィンランドのヘルシンキの Airbnb では氷がね高いということでお騒がせしましたが、今回はそもそもフリーザー冷凍庫がなくてアイスが飲めない毎日でちょっとね、それがすごく不満だよね。なので半ぬるいやつを、おいしい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 、でまだブルーベリー残ってますんで、もうさすがにさ500g も買ったらさ、そんなに食べれるもんじゃないね。そうだね。こんなにブルーベリーないね。じゃあちょっといただきましょうか。じゃあやっぱ手で食べたい私。いただきます。クリームチーズがもうなくなってたから、パンも食べちゃう。事前に食べ過ぎ。ね、こんな黒パンでね。ちょっとこのラズベリー黒いなんだったっけ、これが入ってるとこ食べちゃう。意外に美味しい。サーモンと合う。今カラマヤエリアに来ています。といっても今滞在している Airbnb の真後ろで1分ぐらいのところかな。で、カラマヤっていうの、カラっていうのが魚で、マヤは家で、魚の家というか、漁師とかが船乗りとか漁師とかが14世紀に暮らしてたところで、観光客としてはね、可愛い家とかがカラフルな家とかが並んでるんですって。それでここもカラマヤミュージアムっていう博物館なんですけれども、今回私たちが行こうと思うのはその海辺をちょっと散策して、あと海洋博物館がやっぱりここは海で栄えたところですからね、もうフィンランドよりもヘルシンキよりも歴史は古いんですよ。なので海で栄えたこのねタリンという町の成り立ちをね、そこで勉強できたらなと思っています。今から可愛い絵をちょっと見に行きたいと思います。ご飯も食べれたらいいんだけどね。なんかね良さそうなところあったんだけど、ちょっとそこは1人4万円だったから、1人4万円は鼻血が出るよね。もうちょっとこの上品な住宅街にあるこのひっそりとしたここねサウナなんです。そう、私ここはね来てみようかなと思ってるんですよね。いい感じですよね。
ウナ良さそうでしょ。だからここ劇場になってて、劇場みたいなサウナだけど良さそうで、あそこで食事をして帰る、いいかもな。ちょっといいねサウナ。わあサウナいいわ。もうあわ何これちょっと何これ素敵。これ開けて入ってみて。電話ボックス古い。使えるわけないんじゃないの電話ボックス。これいや若い人分かります？いきますよ。こうですよ。これで電話かけんねよ若い人。うわーそうよ。電話かけるとお友達に電話かけるとお父さん出ちゃったりするのよね。すごい電話ボックス。なんかおしゃれなエリアですね。ここは本当素敵なところだね。あのカフェも良さそう。本当だ、おしゃれな感じになってきた。唐間屋を歩いていると目につくのが黄色や赤に塗られた木造住宅です。こうした住宅が増えたのはタリンの工業化が進んだ19世紀末から20世紀前半にかけてだそうです。港や鉄道、工場で働く人たちの住宅街として発展しました。寒いエストニアで木造住宅というのは意外に思ったんですけれども、木は石やレンガに比べて熱を伝えにくく、壁の中に断熱材を設けたり窓を二重にしたりすることで厳しい冬に対応してきたそうです。カラフルな塗装にも木の外壁を雨や紫外線から守るという実用的な役割があります。現在は街並みとして親しまれていますが、もともとはタリンで働く人たちの生活から生まれた住宅街です。こちらは真ん中だけを石造りの階段室にしたタリンハウス。火事が広がらないようにした工夫だそうです。海が見えましたね。なんかああいうなんだろうね、あれもちょっと地図に出てこないので何かはわからないんですけど、あっちもこう綺麗なプレイエリアになっていながら、ね、建物の中があんなにない廃墟といったら変だけど、なのに危険な感じは全くないですね。なかなか日本にはない感じですね。ドリブルが上手な犬だねあれ。賢い犬。ドリブルが上手。お利口な子だあの子。上手な子だな。あれは楽しいね。前世はサッカー選手なのかな。あの子たちのボールをあの犬は遊んでたんだ。こちらはエストニア海洋博物館。ご覧の通り海の近くにある博物館なのですが、旧市街にあるこちらの博物館もエストニア海洋博物館。同じじゃんか。
私は商人や都市が結びついて形成した巨大な交易ネットワークハンザ同盟によって栄えた中世の海の交易の歴史を学びたくてこの旧市街の博物館に行くつもりだったんですけれども、地図検索のところで Google マップ検索でこの海の近くの博物館が提示され、まさか同じ名前のものがあるとは思わずうっかりここまで来てしまいました。でも私この時まだ気づいてません。赤い靴履いてた女の子、偉人さんに連れられて行っちゃった。ここでゴロゴロ旅をご覧になっていらっしゃるというご夫婦に遭遇、楽しくお話ししました。これは昔の灯台代わりで鉄かごで火を焚いて高く掲げて、船の目印にしたそうです。なんて調べながら全く気づいてません。2人で40ユーロ、高い。なんかね、荷物置き場が何もなくかけるだけでよほど安全なんでしょうね。誰も荷物取らないっていうね、なんかゆっくり過ごせそうです。そしてちょっと水族館みたいなのがあって、見学の前にトイレに行ったんですけど、その時に私気づきました。見学の前に気づいちゃったんですね。チケット買った後に。失敗しましたなんかね、チケット買ったんですよ。1人に22ユーロで、2人で40ユーロだったんですけど、そしたら違う博物館だったの。でもね、日本語のね説明を、私が行きたかったのは海洋博物館。でもここも海洋博物館。でもね、海洋博物館じゃないの、実は潜水艦なの。だったら潜水艦博物館って書いてよ。私軍事も大切かもしれないけど、このタリンのそのねハンザ同盟とかそういうことだと思ったのにおかしかった。博物館の方に私はまだトイレしか使ってない、見てないからもう一つの方に行きたかったんだ、間違ったんだって説明したら、博物館の方は返金にトライしてくれたんですけれども、機械がねその決済の機械が反応しなくて無理だと言われました。だからあなたはここで潜水艦を見ていきなさいよって言われたんですけど、どうしても私ハンザ同盟の方を見たかったんでいいですって言ったら、次のそのハンザ同盟の博物館に行ってみて交渉してみなさいよって言われたので行くことにしました。And then you can use these instead of these. Okay. Yeah. So you can use this. さっきの博物館の人、この本来行きたかった博物館に電話してくれてたの。もうびっくり。すごい親切。よかった。チケットの差額はちょっとあるんですけど、大きいところに入れればいいじゃん。大きいところにチケットの差額はあるんですけど、そんなことよりね、40ユーロが無駄金にならなくてよかった。よかった。帽子も入れといて嬉しいな。エストニアでは氷河期が終わった紀元前9000年頃には人々が暮らし始め、石器を使った狩猟や漁をしながら生活していました。その後バルト海を通じた交易が広がっていきます。そして時代は進み中世へ。ここからタリンの歴史を知る上で避けて通れないのがハンザ同盟です。ハンザ同盟とは中世の北ヨーロッパで商人や都市が協力して作った巨大な交易ネットワークのこと。当時
道路で大量の荷物を運ぶのは大変でした。そのため北海やバルト海を船で結び、穀物や塩、魚、毛皮、木材、布などさまざまな商品を都市から都市へ運んでいました。その交易の中心となった都市の一つが現在のタリンです。当時はレバールと呼ばれていました。タリンは13世紀後半にハンザ同盟に加わり、ロシア方面と西ヨーロッパを結ぶ中継地点として発展します。外国から商人が集まり、商品とお金が行き交い、倉庫や商人の家、ギルト会館などが建てられていきました。つまり現在私たちが歩いているタリン旧市街の姿を作った大きな原動力の一つがハンザ同盟による交易だったのです。ハンザ同盟が力を持った背景には当時の交易の難しさがありました。中世のヨーロッパでは遠くの都市との商売には海賊や略奪、関税などさまざまな問題がありました。そこで商人や都市が協力し、交易の権利を守り、安全な航路や商売の仕組みを築いていきます。最盛期にはバルト海を中心に多くの都市が結ばれ、巨大な交易圏が形成されました。そして交易で活躍したのがこの船、コグ船です。大量の荷物を運べるこの船はハンザ同盟の海上交易を支えました。バルト海は比較的浅く、当時の港も水深が浅い場所が多くありました。そこで活躍したのがたくさんの荷物を詰めて比較的浅い港にも入りやすいこの船、コグ船です。この目の前の古い船は600年前のコグ船です。平たいですよね。浅瀬で活躍できるんですね。ここで少し意外なのが当時のタリンです。ハンザ交易を担った有力商人の多くはもともとこの土地に暮らしていたエストニア人ではなくドイツ語を話す人々でした。中世以降、ドイツ系の商人や騎士、聖職者などが現在のエストニアやラトビアに移り住み、その子孫は後にバルトドイツ人と呼ばれるようになります。タリンではドイツ語系の商人たちが商業や市政の中心を担い、長い間都市の有力層を形成していきました。こうしてエストニアの海の航路、海運は何世紀もの間外国人によって支配されていました。しかし19世紀半ばになると海運が徐々にエストニア人自身の手に移り始めます。エストニア人による海運、造船、海上貿易が発展し、船員、船の仕事ですよねという職業も広がりました。19世紀半ばにはエストニアの船が世界各地へ航海するようになり、赤道を越えホーン岬を回る航海まで行われるようになります。一方、この保船時代のバルト海ではスウェーデンやロシアといった大国の影響が大きく、保船時代は第二次世界大戦によって終わりを迎えました。我は海の子白波の。こちらは針と針の入れ物。でも保線の帆を縫うためですからとても太くて長いんです。そして横にあるのが指抜き。この針を手で押せないので、ぐっとこの針を推進させるためにこれを使うんですね。もうね、家庭用のものとは規模が違いますね。そして19世紀、船の世界を大きく変えたのが蒸気機関です。それまで船は風の力に頼ってきましたが、蒸気船の登場によって風に左右されず、より安定して航海できる時代へと変わっていきます。保船の時代から蒸気船の時代へという流れになります。船は大型化し、より多くの人や荷物を遠くまで運べるようになります。港と港が定期航路で結ばれ、人や物の移動は一気に活発になっていきました。
船が遠くまで航海するようになると、今度は自分たちがどこにいるのか、どちらへ進めばいいのかを正確に知る必要が出てきます。船の速さや進んだ距離を測る道具、灯台、そして太陽や星の位置から現在地を割り出す六分儀、GPS などなかった時代、こうした道具と船乗りたちの知識を頼りに広い海を航海していたんですね。そして時代は進み、エストニアはソ連の一部となります。こちらに並んでいるのはその時代の魚の缶詰。バルト海で採れるニシンやスプラットなどを加工した缶詰は保存が利き、エストニアの水産加工業を代表する製品の一つになりました。こうしてみると、海は交易の道であるだけでなく、エストニア人の暮らしや産業そのものを支えてきたことがわかります。見終わりました。来てよかった、素晴らしい博物館でした。この博物館の建物はフトッチョ・マルガレータと呼ばれる砲台で、16世紀の初め、港から旧市街を守るために築かれました。壁の厚さは最大5メートル。海から来る商人たちにとってはタリンの玄関口でもありました。強い雨が降っています。今から夕食に行こうと思ったのに。結局ね、レストランも予約してないから、どこにも行けなくてうろうろするわけにもいかず、もうボルトという配車アプリで帰ることにしました。もうね、うろうろするよりさっさと自分でね、鮭でも買って今日サーモンスープ作ろうかな。あったかいのね、寒いからね、もう、さっさと帰ります。また外食おいしいのしようと思ったのにね、なんか空いてないのね。エストニア語で全く何が書いてあるかわからないんですよ。なのでこれで AI で写メして、生で食べれるかどうかで、中身に何が入ってるかっていうことを、確認します。そして購入。これ生でサラダにしたらいいね。今日は観光に行った帰りにいいレストランでお食事をして帰りたいなと思ったんですが、予約もなかったどこにも入れず、雨も降ってきたので、配車アプリでね、この市場まで戻ってきて急遽食材を買いました。この旅でね、まだねちょっといいレストランに一度も行ってないのでね、やっぱりね、その国のちょっとかなりいいレストランには行きたいなと思ってるんですけれども、まだ叶っていません。もうちょっと順番にこのレシートの順にすると、このプラムの美味しそうな、このプラムかな、何かこのケーキをねちょっと食べたかったので、これが6.39 ユーロ、1168円です。そしてこのねグラニースミスっていうね、私の好きな、リンゴが 0.65 ユーロで119円。そしてバナナが3本でですね137円。そして、このハムですね、これも2回目なんですけど263円。これが生食でいけるっていうことなんですけれども、ちょっとねスパイシーに味付けがついているこういうものをちょっとオードブルで食べようかなと思って、これが702円。こんなに入ってるからいいですよね。200グラム弱かな。それで702円。これはねタリンの、これも前菜食べようと思って、ニシンの小魚のこのオイル漬けなので、このねこうやって並べてきゅうりなんかで食べたらいいかなと思って、これが 1.99 ユーロ364円。これお土産にもきっといいですよね。なぜ冷蔵庫に入ってんだろうと思うんですけど、今日はね海洋博物館に行ってこんなタリンの海産物を食べたいと思って買いました。これいいですよね、ちっちゃくてね。そしてメルーサっていう魚の、切り身、
これが446円 30% 引きでですね、これをグリルしたいと思います。そしてですね、ギリシャヨーグルト、はい、1.65 ユーロ302円です。そしてきゅうり、なんかね割引は入ってるんだけど、もうちょっとこれが 0.89 ユーロ、大きいでしょ、163円。これオードブルに必要ですよね。でスプレッド、サンドイッチ用の、これがクリームチーズみたいなものだとは思うんですよね。これが 1.49 ユーロ272円。そして玉ねぎ、やっぱりね玉ねぎこうグリルしたものに横に乗っけてもいいし、オードブルに乗っけてもいいので、これがマジですか、18円。これ18円って、それは安い安いですね。新じゃがいもさん、じゃがいもさん、これが35円。やっぱり農作物安いですよね。そして、これを何に乗っけるかって言ったら、味の素の味噌ラーメン、これ買いました。私ねインスタントラーメンほぼね食べないんですけれども、明日大雨になるんじゃないかなと思ったんで、出かけられないといけないのでこれを買っときました。これにね、これでね、そしてこのインゲンの冷凍のやつを買ったので、インゲン豆が 1.29 ユーロ、236円です。こんな感じなんですけれども、これで1日2日の、合計で 25.61 ユーロ4683円です。これねラーメン市場にね、実はね中国系の重慶風四川風のラーメンがあってね、2回も食べたんですよ。すごく美味しい。そこ麺をねこうやって中国の人がこうやって伸ばすやつ、こうやってやっててね、すごく美味しいんですけど、結局1杯10ユーロぐらいするんで、2人で20ユーロでしょ。これぐらいなんですよね。だから2杯で4000円ぐらいしてるから、だったらあれ美味しいんだけど自分で作った方が健康的でいいかなと思って買ってきました。でもね早くねどっかでいいところで外食したいですよね。ちょっと作っていきたいと思います。もうオーブンは温まってます。いい時に帰ってきたよね。これもね、腰が痛い。よいしょ。まな板失礼しますよ。しっかりこそげ取ってください。立派な玉ねぎですね。このねお魚をいろんなお味がついてるんでしょうね。これスパイシーなね。これを玉ねぎの上に乗っけてはいかがでしょうか。こういう感じで。これもね結構分厚いですよ。こっち向きにしよう。やっぱこっち向きだったか。これは分厚い。でタレもかけるのかな。ちょっとかけてみましょう。どんなタレなんですかね。よし。今回はじゃがいもこんなちょっと分厚めに切りました。いきます。干せ。よいしょ。
このサーモンは一切れだけ使うことにしました。サーモンの皮は分厚かったのでちょっと剥いでみることにしましたよ。うまく剥げるもんだ。サーモンはそぎ切りにします。この缶詰を開けてみましょう。よいしょ。本当に生々しいです。こう触ってる感じでももう生で食べるのがいけないような気がするんですよね。この小魚。すごいチーズだね。すごい。はいはいはい。じゃあやっぱりこれ何度調べても生で食べるんだって。でも生で食べれそうな感じじゃなくてすっごい塩分なんだよね。でも缶詰だから相当衛生的に作られてると思う。でこれが半分だけ出したそのサーモン。これね。まずはチーズスプレッド。でちょっといただいてみます。今日は本当にやらかしましたね。間違った博物館に行っちゃった私が悪い。ね、途中まではねしっかりね旧市街のところに行くつもりだったんですけど、なぜか Google でマップを検索した時にあっちに行っちゃって、それっきり信じてやっちゃったんですよね。それで私ちょっと今日は疲れました。サーモン美味しそうだね。ちょっとレモンでこうしてね。じゃあいただきます。なんかこれお醤油みたいなもんでここに置いといてサーモンちょっとつけて。新鮮。じゃあこの新鮮なわけないです。塩漬けなんだからね。だからね食レポさせられないでしょ。このお魚いってみます。これはそんなに美味しく感じない。塩強すぎるからやっぱりちょっと1個だけ食べてパスタにするとか塩抜きしないとダメだよこれ。ちょっと食べれたもんじゃない。サーモンもうちょっと切るからこれは明日パスタにしよう。どうしよう。さあメインのお魚が焼けました。ほかほかいい感じ。お魚はこんがり、じゃがいも玉ねぎにも火が通っています。じゃがいもさんねっとりだね、このじゃがいもね。よし。で玉ねぎも美味しい。ほいちょ。塩もね後でかけたければあると思います。こんな感じでちょっと彩り悪いですが、これがお魚です。加熱されてるね。まあ食レポが上手ね。用意してくれたのね。お隣さんの工事の音がしますね。お昼前に市場に行ってこの新鮮なズッキーニやトマト、そして青いプラムを買ってきました。
今日はトマトやこのプラムを使って赤で統一したサラダを作ってみようかなと思います。そして昨日食べれなかった缶詰の生のイワシの小魚ですね、これをアンチョビ代わりにしてパスタにしたいと思います。はい、ベリーも入れちゃって真っ赤っかのサラダです。これは日本ではなかなか作りにくい、こういったね海外にいるからやってみたくなるサラダです。ほんの少し塩を振りまして、ディルも残っているので乗っけます。雑誌に載っているようなサラダが海外のスーパーに来ればこうやってね、簡単に作ることができますので、ちょっとねやってみてはいかがでしょうか。これねオリーブオイルもちょっとかけてます。美味しそうなこの赤いベリーとさっきの青プルーンみたいな感じの北欧のサラダって感じだね。ちょっと塩かけてあるんだよ。美味しいと思う。はい、どうぞどうぞ。トマトとベリー。中がこんな新鮮な色。おいしい。トマトとベリーっていうね。合うね。マッシュルームやキノコの汚れは、こういうちょっと濡らしたキッチンペーパーでいいらしいんですが、取れないよね。昨日買った缶詰で生食のものだったんですけれども、もう食べた感じね、生食では私生臭くてちょっとこうあまりにもちょっと難しかったので、これはアンチョビ代わりにパスタにしようと思います。ちょっとレモンも一緒につけてるんですけれども、よいしょ、切ってね、切った方がいいかな。この組み合わせ意外に美味しいね。ね、合うね。がぼんやりしてて締まらないので、このハムの切れ端でピントのある味にしたいと思います。バルト海のニシンのオイル漬けとこれアンチョビ代わりにしたものと、ズッキーニとマッシュルーム、そして、エストニアの、燻製ハムを、パスタにしました。生活しながらちょっと観光しブラブラする、暮らすようなエストニアの旅です。それではご視聴ありがとうございました。